どうも皆さんこんにちは。漫画雑談所のケロです。いつもご視聴ありがとうございます。ついに幕を開けたチェンソーマン第2部、皆様はもう読まれましたでしょうか？田中脊髄剣やパチモンのタコピー、田中脊髄剣や田中脊髄剣の印象があまりにも強かったわけですが、今回はそんな第2部第1話ことチェンソーマン第98話を読む上でここを押さえておけば間違いないというポイントを全部で4つ解説していこうと思います。動画の内容が少しでもいいなと思っていただけたら高評価、チャンネル登録お願いいたします。今年はチャンネル登録者1000人を目標にしていますので何卒。それでは早速やっていきましょう。第98話のサブタイトルは鳥と戦争。これは女子高生三鷹朝のもとに舞い降りたヨタカとその正体戦争の悪魔のことを指しているサブタイトルですが、このサブタイトルは第1話のサブタイトルと対比の構造になっています。第1話のサブタイトルは犬とチェーンソー。これはデンジと共に暮らしていたポチタとその正体チェーンソーの悪魔のことを指すサブタイトルで、第2部第1話のサブタイトルと動物悪魔の名前という同じ構造になっています。おまけにチェーンソーと戦争で韻も踏んでいます。余談ですが、戦争の悪魔がヨタカの姿をしていたのはヨタカの英語訳であるナイトホークが戦闘機の名前として使われているからかもしれませんね。第2部で一番読者の度肝を抜いたのはもちろん田中脊髄剣ではなく戦争の悪魔の登場ではないでしょうか。チェーンソーマン第1部のラスボスマキマが支配の悪魔であり、彼女が死、戦争、飢餓をこの世界からなくそうと願っていることが語られたことから、マキマのモチーフはヨハネの黙示録に描かれた4騎士であり、彼女以外に戦争、飢餓、死の悪魔がそれぞれ登場するのではないかとファンの間では囁かれていました。僕もそのうちの一人で、第2部ではそれら3つの悪魔のどれかが強大な敵として立ちはだかるのではないかと予想していたんですが、まさか連載開始1話目で登場してくるとは思いませんでした。おまけに戦争の悪魔はかつてチェーンソーマンが食べ存在そのものが消え失せてしまったはずの核兵器の存在を覚えています。チェーンソーマンが食べてしまった悪魔はその名前の存在が過去、現在、そして個人の記憶からも完全に消えてしまいます。第1部では岸辺とマキマの会話の中で岸辺がナチスという単語を知らなかったり、第二次世界大戦や核兵器の悪魔もチェーンソーマンによって食べられ世界から痕跡そのものが消滅しています。それはマキマの物事を掌握する力をもってしても消えてしまった名前を思い出せなくなりつつあるほどには強力なわけですが、だとすると核兵器の名前をはっきりと認識し、その意味するところを知っている戦争の悪魔はそれだけでマキマと同等かそれ以上の実力を持っていると考察できます。もちろんチェーンソーマンの世界では第二次世界大戦も存在しなかったことになっているため、人々の戦争に対する恐怖心は比較的薄れていそうですが、それでもヨハネの黙示録に登場する4騎士の名前を冠した悪魔の登場は最高の出だしだったと言えるでしょう。第98話は三鷹朝に受肉した戦争の悪魔と正義の悪魔と契約した委員長の戦いが描かれました。僕はこの正義と戦争が戦う構図が非常に尖っているなというか、その結果として戦争が圧勝してしまうのが皮肉が効いているなと思いました。というよりもこの世界では悪魔というのは人々から恐れられれば恐れられるほど強さを増す生き物なので、正義の悪魔が登場するということは少なくとも彼らの世界では正義というものが一定の恐怖を向けられる対象であることを意味しています。正義が恐れられるようになった社会、正義より戦争の方が強い社会、ここら辺の構図の描き方が本当に巧みで、セリフとして描かれたわけではないですがうますぎるなぁと感動していました。最後に気になったのは第2部でのチェンソーマンの立ち位置と現時点での強さについてです。第1部でもチェンソーマンは人々から受け入れられることで弱体化してしまうという描写がありましたが、第2部の描写を見てみるとそれは継続していると思われます。まずは冒頭の屋上のシーン、三鷹朝と委員長が会話しているシーンで委員長が食べていたパンはチェーンソーマンがパッケージに描かれたパンであり、これがコンビニパンの類だと考えるとチェーンソーマンがマスコットとして大衆に受け入れられ消費されていることがわかります。他にはチェーンソーマンを呼ぶ会という言葉とともにチェーンソーマンが描かれたポスター、開催場所がどこかの大学のホールを使うとのことなので、有志の若者たちが中心となってチェーンソーマンを呼ぶ、いわば一昔前の UFO ブームのようなものが起きているのではないかと考察できます。パンとして売られ UFO のようにカジュアルな対象として消費されるようになってしまったチェーンソーマンは第2部ではどれくらいの強さなのでしょうか。むしろ第1部の終盤はインフレがかなり加速していたので、強さのパラメーターを一旦リセットするという意味でこの弱体化はありなのではないかと思っています。戦争の悪魔も魔人化している上に前世紀と比べると弱体化していそうですし、ちょうど拮抗した強さになっていそうですね。ちなみに僕は顔に傷が入り高圧的な物言いと圧倒的な強さで敵を蹂躙する三鷹朝ちゃんが大好きです。今回の動画は以上になります。このチャンネルではジャンプ漫画を中心に解説・考察動画をゆるく発信しています。深くわかりやすい動画を作っていきますので、よければもう一本漫画雑談所の動画をご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。
よしなに。